じゃあコックピットを胴体に取り付けていきます。淡いの方は見てるんで、インストの通りにくっつけてきゃいいですね。結構ね、なんて言うんだろう、実際入れてみるとタイトなんですよ。一応念のために両方の胴体、片側にねとりあえずくっつけてからなんですけど、接着剤つけない状態で一回あゆを見てやって、でちゃんとここの隙間がこのコックピットのちゃんとピレールっていうか、この部分両側隙間がないのを確認した状態で、今右側に収まった状態ですね。あと垂直尾翼の一番先端のなんだかインテークは、これは左右張り終わった状態でも入れることできるみたいなんで、どっちでもいいですけど、今のうち入れちゃってもいいし。で気にしてたのがこっからなんですよ。主翼胴体背面上面の部品と主翼の取り合い等の看護をちょっと見ながら密着したいんで、こんな感じでこの前だいぶ前だね、仮組んだ時のままの状況です。できるだけその背中の機体上面のパーツ、隙間を少なくしてやりたいんですよ。かといって主翼の付け根に隙間もあまり出したくないので、ここが完全に合っていれば、あんまりギュッと押さえちゃうと今度ここに隙間が生じちゃう。ただ接着後にある程度下は広げられるか。ですね、この胴体のパーツくっつけた状態で下はスカスカなんで、ちゃんと接着してやれば多少こう広がりの調整効くと思いますから、主翼側はいいや。なるべくここはがっちりと隙間なくやりたいんですよ。そうすることによってなんか落ちた。なんだこれ。スロットルが落ちた。当たったかな。よいしょ。右側に固定しちゃいます。スロットルはね、向き間違えないようにはめないと。とりあえずコックピット周りに接着剤を塗りたくる。ちょっと大きめの部品で中に桁とかないんで、要所要所でくっつけていきます。胴体のとこはね、胴体の左右の合わせ目は接着剤出てもいいんですけど、コックピットの中ですよね。こんな感じで接着剤を硬化させてます。それでですね、この背中のパーツ、これは接着してないです、まだ。パネルラインの目安のためにですね、一応乗っけて、で接着剤を裏から
塗ってやりました。これで動かないんで、多分これでこのパネルラインの幅は調整できるのか。調整っていうかね、調整らしい調整はできないんですけど、一応押さえながら流し込みをある程度乾かしたんで、多分大丈夫じゃないかなと思います。ちなみによく忘れてしまう穴開けをやっとかなくてはいけない。0.8 ミリだそうです。忘れると大変なんでね、後で探るのが。ちょっと周りがまくれ上がってるんで軽く鳴らしときましょう。乗っかるわけですよ。パネルライン調整したつもりでこれがいっぱいいっぱいでしょうね。幅的にはこんなもんなのかなって感じもしますし、できるだけセンターに寄せて接着すりゃいいでしょう。意外に接着面には合ってないかもしれないんで、これもね、硬化が乾くのが早すぎてちょっとあんまり位置の調整がねすぐできればいいんですけど、ちょっと一番後ろがね幅が広いですね。ここ段になっててストッパーになってるから、これがいっぱいいっぱいですね。パテ使わなきゃダメかな。若干、隙間が出たとこがここですね。ちょっと飛んじゃうかな。この背中のカバーの後ろが、今これ 0.3 ミリのプラ板がちょうど入るぐらいの隙間あったんで、0.3 ミリのプラ板を入れてます。で、前は普通に他のパネルラインと同じ程度の幅の線は出てますんで、左右の隙間がほぼパネルラインと同じ幅なんであとは奥行きですね。奥行きをどうするかという部分あるんですけど、それは置いといて、置いといちゃいけないか、今やれるかな。あと機種の部分がちょっとこれね、隙間がちょうどこのグレーシールドが乗っかるとこに関してはこれが隠れるんで、なるほどね、こうか。そうするとキャノピーのせれば見える。四角い穴の前の方ちょっと出るぐらいなんで、これはもう上の部分の隙間と一緒にパテを乗っけとけば多分いいっしょ。ただ一応ね、雨粒を流すためのモールドがあるんですよ。流すためのモールド、プシュってなんていうんだ、ワイパーじゃないんだけどあるんですよ。くぼみが。でそこ隠れちゃうんで、隠しちゃまずいですから、
この上パーティングラインっていうか、パーティングラインは出ねえか。若干の段差が出た場合、このパーツと隙間が出る可能性があるので、一応ね、削り合わせをしました。動力の上はね、別に多少隙間空いてもいいんですけど、この前の方はあんまり空いてほしくない。あとは変に斜めにならないようにね。多分他のパネルラインと同じぐらいの幅の線であれば問題ないと思います。左右見比べながら、あとは前後から見て角度を見ながらね。今こんな感じなんで。当然背中のパーツと同じで奥行きがあるんで、この奥行きをどうしてやるかですよ。で固定ができたらっていうか接着剤乾いたらば、これを慣らしていくということですね。ある程度ナイフである程度ね、この周りを壊さないようにで、ある程度切っちゃったら、ヤスリで慣らしていくんですけど、できるだけ周りのリベットとかパネルラインを消したくないので、筋彫りが消えちゃったら彫っちゃえばいいんですけどね。いい感じですね。で、ちょっとここ微妙に開いちゃったな。ここだけ瞬着見えますか。タミヤのイージーサンディングと、これはアクリルのパウダーです。アクリルの粉。先に瞬間接着剤を下流れてっちゃうな、これ。下が空洞なんで入ってっちゃいますね。でこれで肉厚が稼げるんですよ。まだ柔らかいな。でこの前のそこが深い部分をどうするかですね。トッパテサフェザー500を、この薄め液で緩くして入れてます。で周りのリベットを潰したくないので、どの程度この中で生きてくれるか。痩せてしまう部分は関係ないんで、こうやって痩せるぐらいがいいと思ってますから。ちょっと時間置いてから薄め液で濡らしてやります。多分これで
パネルライン残るんじゃないかなと思うんですけどね。ここも同じように動翼までいかないように、動翼の方を埋めちゃわないように、だからここまでですかね。ここまで。でちょっと置いたらば薄め液で表面の部分だけこれで多分パネルラインくぼんで微妙かな。こっちうまくいってますね。からこここれでちょっと置いといてみますか。周りのパネルラインと差が出なければいいのかなと思いますけど。昨日トキパテをねじ込んだパネルラインですけど、こんな感じですかね。影を作らないとちょっと分かりにくいと思うんですけど、幅はほぼ他のパネルラインと同じぐらいで、深さもほぼ同じぐらいなのかなという感じがします。これが、機種の下によいしょ。F4E の一番の特徴の部分ですね。どうやって入れればいいの？入った。入ってない。入った。入った。あれですよ。ガンプラと同じですよ。ここは。ここはもうこのまんまでいいでしょうね。パテとかで細工しないでもそこがあるので。実際も開け閉めが多い部分だと思いますしね。この状態でこのガトリングガンのところも塗っちゃいます。塗りやすいでしょ。持ち手ですよ、いわゆる。で一緒に似たような色、エンジンの組み立てがこの後あるんで、エンジンも今一緒に塗っちゃいます。エンジンで
入らない。入る。きつい。すげえな。マスキングどうしよう。マスキングまあなんとかなるでしょ。だんだんファントムの形になってきました。まだまだですけど、横から見た形だけじゃん、側面系だけじゃん。ちょっとねワクワクしてます。それじゃあ次回はこの主翼を合わせる前にエンジンの方ですね。エンジンじゃなくてエンジンです。エンジンの、塗装と組み立て、組み立てっつってもね、スポンの中にね申し込むだけなんですけど、そちらお送りしたいと思います。それではまた。